Hello everyone, 大家好。皆さんこんにちは、ひときです。昨日テレビを見ていたら、あれまだこのオノマトペ教えてないじゃんと思ったので、今日はそれを教えたいと思います。例えば皆さん、バッグの中に物がたくさん入っている時に、それを日本語で何て表現すればいいかわかりますか？もうすごいたくさん入っているっていうことを言いたい時に今日のオノマトペを使います。では、今日のオノマトペをどうぞ。ぎゅうぎゅう、ぎゅうぎゅう、ぎゅうぎゅうは密度が高くなる様子を表しています。例えばこの丸の中に人がいると考えてください。そしてこの丸が小さくなると、この中の人はすごく距離が近くなりますよね。この時ぎゅうぎゅうしているという言葉が使えます。ですのでさっきのバッグの中に物がたくさんあると、物と物の距離がすごく近くなって、もう全然スペースがないっていうことを言いたいとき、バッグの中がぎゅうぎゅうしているという表現ができます。特に距離が近くて狭いとか、あとはもうすごいたくさんあるということを言いたいときにこのぎゅうぎゅうを使います。あと書くときはぎゅうぎゅうなんですけど、読むときはぎゅうぎゅうという風になります。ですので、うは言わないでぎゅうぎゅうという風に発音してください。突然なんですけど、皆さんは空を飛んだことがありますか？僕小学生の時あるんですよ。飛ぶというよりは浮かぶっていう感じだったんですけど、その経験があります。ある日僕が小学生の時に東京に行こうと思って電車に乗ったら、その電車がとてもぎゅうぎゅうでした。多分海外のミームとか何かで日本の電車はすごく人がたくさんいてぎゅうぎゅうしているっていうのを見たことあるんじゃないですか？普通の時間は大丈夫だと思うんですけど、やっぱりみんなが学校に行ったり仕事に行ったりする朝、あとは帰ってくる時の夜とかは結構電車がぎゅうぎゅうしています。こういう風にたくさん人がいてぎゅうぎゅうしている電車を満員電車という風に言います。実はその時僕も満員電車に乗っちゃったんですよね。最初僕が乗った時は普通だったんですけど、ある駅に止まったらいきなり人がたくさん乗ってきて、もうすごくぎゅうぎゅうになりました。マジでたくさん人がいて、しかも僕小学生で小さかったので、こう周りの人に押されてぎゅうぎゅうになって、もうふって浮いたんですよ。本当にぎゅうぎゅうで、なんか足も下につかないでこんな感じになった記憶があります。でも普通に浮いていただけだったら楽しかったかなと思うんですけど、なんかその時僕ズボンのポケットの中に財布と携帯とお菓子とかを入れていて、ちょっと重かったんですよ。ズボンが重くなって下に下がりそうになっちゃって、それだけはダメ、それだけはダメ、こんなところで裸になったらどこにも逃げられないというふうに思いました。もうその時いろんな神様にお願いします、お願いしますという風にお願いしました。ですのでぎゅうぎゅうはそのぐらい密度が高い時に使えます。前紹介したぎゅうぎゅうと反対の意味のオノマトペを覚えていますか？全然人がいなくてガラガラしているというのを勉強しました。またこのぎゅうぎゅうは人以外にも使えます。例えばスーツケースに物を入れるとき、すごくぎゅうぎゅうに物を入れませんか？僕が台湾に留学して最後日本に帰ってくるときに、もうスーツケースにすごいぎゅうぎゅうに物を入れた思い出があります。そういえばスーツケースに物をぎゅうぎゅうに入れすぎて、なんかスーツケースがすごい重くなっちゃって、最後空港で大変な思いをしました。なんかこれお願いしますってスーツケースを渡したら、ちょっと重いですねって言われたので、どうしようどうしよう。追加のお金を払うとすごい高いから、どうしようどうしようって考えていたら、なんか隣の台湾人の女の人、多分40代ぐらいの女の人が、どうしたんですかって声をかけてくれて、ちょっとスーツケースが重くてって言ったら、私まだ余裕があるから、バッグ一つ私のところに乗せていいですよって言ってくれて、それで全部持ち帰ることができました。もしこの動画を見ていたら本当にあの時はありがとうございました。あとはぎゅうぎゅうではなくぎゅっと1回だけ言う時もあります。ぎゅうぎゅうはすごい狭い様子を表しているんですけど、このぎゅは動作を表しています。例えばぎゅっとハグをするという意味は、このぎゅのイメージがある通りに、
こうギュッっていう風に強くハグをすることを表しています。他にもギュッと手をつなぐとか、ギュッと目を閉じるとか、あとはタオルをギュッと絞る、これもグーっていうこういうイメージがあるので、ギュッという言葉が使えます。ですのでギュもギュウギュウもこのイメージだけ覚えておけば大丈夫です。 Have you ever had ギュウギュウ experience? Tell me in the comments. それでは皆さんありがとうございました。タメ口モード。このギュウギュウの動画を作る前に Google でギュウギュウ画像で検索したら、なんかすごい牛の写真がいっぱいあった。牛のお肉のことを牛肉って言うんだけど、そのせいで牛肉を売っている、例えば焼肉とかのお店、レストランでは牛牛っていう名前のお店とか、牛なんとかっていうお店とか、そういうのがたくさんあるみたいで、それでめっちゃ牛の写真が出てきた。まあでも一番使うぎゅうぎゅうの意味は今日紹介した意味だから、そっちをメインに覚えてね。あとこの前俺が医学部で一番大きなテストを受けたって言ったと思うんだけど、その結果どうだったっていうダイレクトメッセージめっちゃもらったんだけど、医学部133人中トップ10に入った。確か6番だったかな。YouTube やってるけど成績もまあまあだから、心配してくれた人はありがとう、大丈夫。あとこれから1時間後ぐらいにインフルエンザの注射に行かないといけないんだけど、怖いな、ちょっとやだな。じゃあ頑張るか。じゃあ頑張ってくるね。じゃあまたね。バイバイ。